卑弥呼は日本の歴史の教科書で最初に登場する歴史上の人物です。しかしその存在は謎に包まれ、現在でも研究と議論が続いています。卑弥呼は一般的に邪馬台国の女王として知られています。女王は国の政治を実際に自分で行う女性の王ということになります。有名な例としてはイギリスのエリザベス女王がいます。一方、政治的な力を持たない王の妻は王妃または后と言います。日本語では女王と王妃、后を区別するので覚えておきましょう。昔の日本にはいくつもの国があり、それぞれが独立していました。邪馬台国はそのうちの一つで、2世紀から3世紀頃に存在したと言われています。でも邪馬台国が正確にどこにあったのかは現在も分かっていません。これは日本の歴史の最大のミステリーの一つです。現在一般的には大阪などがある関西・近畿地方か九州地方のどちらかではないかと言われています。卑弥呼の時代は3世紀頃ですが、当時の日本には文字がありませんでした。だから卑弥呼や邪馬台国に関する情報はほとんどありません。私たちが卑弥呼について知ることができるのは、中国の歴史書に彼女のことが書かれているおかげです。邪馬台国や卑弥呼のことは中国の魏志倭人伝という資料をもとに研究されています。当時の中国の言い方で倭は日本、倭人は日本人という意味です。正確に言うと魏志倭人伝は中国の歴史書三国志の中の一部です。魏志倭人伝という本があるわけではありません。三国志は後の時代に歴史小説のベースとなり、現代でも人気がありますね。紀元前10世紀頃から3世紀頃の日本は弥生時代と呼ばれています。卑弥呼が生きた3世紀は弥生時代の終わり頃ですね。弥生時代は中国から伝わった稲作によって多くの国が発展しました。やがてそれらの国々は土地を拡大し争うようになりました。卑弥呼の時代は戦争の時代でもあったのです。中国の歴史書によると、それまで日本の王は男性でしたが、一人の少女が女王になったので戦争が終わり平和になったと記録されています。その少女こそ卑弥呼です。卑弥呼は占いをしてその結果を人々に伝えるような人だったと考えられています。卑弥呼は情報の少ない人物ですが、現代ではシャーマンや巫女のような姿で描かれることが多いです。卑弥呼が行ったことの中でも特にポイントとなるのが中国との外交です。その結果、三国の一つ魏から日本の王として認められました。
中国のサポートを受けることで、卑弥呼は自分の力を日本中に示したのです。そもそも私たちが卑弥呼や邪馬台国の存在を知ることができたのは、彼女が中国と外交をして中国の歴史書に記録が残っていたからですね。そして卑弥呼は247年頃亡くなったそうです。古代日本で王族のために作られた墓を古墳と言います。古墳はエジプトのピラミッドの日本版のような感じですね。大阪にある大仙陵古墳は特に有名です。卑弥呼のためにも巨大な古墳が作られたそうです。でもそれがどこだったのか正式には分かっていません。いくつか有力な候補がありますが、今も議論と研究が続いています。もし卑弥呼の墓や邪馬台国の場所を示す証拠を見つけたら、日本の歴史が書き換わるほどの大発見です。そしてこちらは大阪府立弥生文化博物館です。大阪府の和泉市というところにあります。弥生文化博物館では弥生時代の人々の暮らしを再現して展示しています。精密に作られたジオラマ模型はいつまで見ていても飽きることがありません。古代の日本人の暮らし方や稲作の様子を知ることができます。そしてこの博物館には中国や日本の専門家が意見を出し合って復元した等身大の卑弥呼の模型があります。ここでの卑弥呼は中国からのサポートを受けていることをアピールするために、あえて中国風の衣装を着ているという想定です。中国からの贈り物の鏡を天に掲げています。卑弥呼の顔や姿に関する情報はありませんが、弥生人の特徴をもとに再現されています。模型とは思えないくらい精巧で魅力的な顔ですね。大阪府立弥生文化博物館は大阪府和泉市にある JR 篠田山駅から徒歩約12分です。卑弥呼に会ってみたい人はぜひ足を運んでみましょう。日本の歴史上最初で最大のミステリー、邪馬台国の卑弥呼、ぜひ知っておいてくださいね。